神に逆らった者に待っていたのは終わらない罰。今回はギリシャ神話に登場する規格外の刑罰を4つ、背景と意味まで一気に解説します。あなたならどの罰に耐えられる？最初に登場するのは人類の恩人、プロメテウス。プロメテウスは人間に火を与えました。火はただの炎ではありません。暗闇を照らし、寒さを追い払い、食べ物を調理し、金属を鍛える。文明の根幹そのものでした。ゼウスは火は神々だけのものと定めていましたが、プロメテウスは人間を憐れみ、天井から火を盗み、地上へ運んだのです。その正体は単なる反逆者ではありません。彼はティーターン神族の一柱であり、名は先に考えるものを意味します。知恵と先見の神で人類の創造や文明の保護者としても崇拝されました。神々の中でも人間に最も近い神と呼ばれた存在なのです。しかしその優しさがゼウスの怒りを買った。彼は岩に鎖でつながれ、昼は巨大なワシに肝臓を食い破られ、夜になると臓器が再生し、翌朝また同じ苦痛が繰り返される。孤独と痛みは永遠に続くはずでした。それでもプロメテウスは屈しませんでした。知識と技術の進歩には必ず代償がある。この神話はそう語りかけます。やがて時が流れ、英雄ヘラクレスが彼を解放し、長き試練は終わりを告げました。人類の文明は神の犠牲と慈悲によって灯された。プロメテウスの名は今も英知と反逆の象徴として残り続けています。シシポス。シシポスは知恵と策略に長けた王でした。彼は旅人を騙し、隣国を裏切り、神々の秘密まで暴きました。極めつけはし、そのものを縛り上げ、冥界の秩序を乱したのです。タナトス、つまり死を捕らえて鎖につなぎ、人々から死を奪った。その結果、世界では誰も死ななくなり、神々の秩序は大混乱に陥りました。この傲慢さに激怒したゼウスは、彼に規格外の刑罰を与えます。それは、巨大な岩を山頂まで押し上げるという労働。しかし、頂上に近づいた瞬間、岩は必ず転がり落ちる。彼はまた最初から延々と押し続けねばならないのです。これは永遠に達成できない労苦の象徴。どれほど力を尽くしても報われることはない。努力が無意味になる、その繰り返しこそが罰でした。この神話は後の時代にも強い影響を与えます。フランスの作家アルベール・カミュはこう語りました。我々はシシポスを幸福だと想像しなければならない。無意味に見える作業の中でなお自分の性を肯定すること。それが人間の自由の証なのだと。シシポスの罰は単なる刑罰ではなく、人間が生きる意味を問い続ける象徴となったのです。タンタロス。タンタロスはかつて神々に愛された存在でした。ゼウスに招かれ、神々の宴に加わり、人間でありながら神秘の世界に触れることを許されていたのです。しかし彼はその信頼を裏切りました。神々の食べ物アンブロシアを人間に持ち出し、さらには神々を試そうと我が子ペロプスを料理して備えたと伝えられます。この冒涜に激怒したゼウスはタンタロスを冥界タルタロスへと落としました。彼の刑罰は永遠の上と乾き、澄んだ水に腰まで浸かり、頭上には熟した果実が枝を垂れている。しかし口を近づければ水は退き、手を伸ばせば果実は風に揺れて逃げていく。決して味わうことはできません。この苦しみの姿は後の言葉にも残りました。タントライズ、じらし、欲望をかきたてるという意味。欲望を満たせないことこそ最大の拷問でした。しかし彼が供したコペロプスは神々の手によって再び蘇りました。やがてペロプスは英雄となり、ギリシャの名門アトレウス王家の始祖となっていきます。父タンタロスは永遠の罰に沈んだまま。けれどその血統からは後に多くの物語と悲劇が生まれるのです。タンタロスの物語はこう問いかけます。欲望の果てに人はどれだけの代償を払うのか？そして神々の恩寵を裏切った者に救いはないということを。人類初の身内殺し、イクシオン。イクシオンはもともとはテッサリアの王でした。
しかし、彼は義父を裏切り、血族の殺害という大罪を犯します。人間の掟すら破った彼を、ゼウスは憐れみ、天上の宴に招き入れました。ところが、イクシオンは、その恩を裏切ります。彼の心を支配したのは、ゼウスの妻女神ヘラへの禁断の欲望でした。ゼウスは、その思惑を見抜き、雲をヘラの姿に変えて試します。するとイクシオンは、たちまちその幻影を抱き、ついに神々への冒涜を犯してしまったのです。その罪は、決して許されません。彼は冥界へと投げ落とされ、待っていたのは、燃え盛る巨大な車輪。そこに体を縛り付けられ、果てしなく回転し続けるのです。火と鉄が肉体を焼き、苦痛とめまいの渦にとらわれる。その罰に終わりはありません。イクシオンの物語は、こう語りかけます。人間が欲望のままに、神の領域へ踏み込むとき、その代償は永遠の苦痛であると。人が越えてはならない一線を、彼は踏み越えてしまったのです。こうして4人の物語を見てきました。知識を人に与え、苦痛を背負ったプロメテウス。死を欺き、無意味のロークを課されたシシュポス。神を試し、欲望に飢え続けたタンタロス。そして、恩を裏切り、炎の車輪に縛られたイクシオン。彼らに共通するのは、神に背き、境界を越えた者たちが受けた終わらない罰。それぞれが人間の欲望の象徴として語り継がれてきました。神話はただの残酷な物語ではありません。時代を超えて人が踏み越えてはいけない一線を偶話として示しているのです。あなたならどの罰が一番辛いと思いますか？コメントで教えてください。そして今度は冥界で救われた者たち、希望の物語でお会いしましょう。